はい、皆さんどうもこんにちは、奥沢でございます。今日はですね、皆さんにまたちょっと1個ね、おすすめしたい製品がありまして、それが今使っている、バリアブル ND フィルターになるんですけど、ちょっと今日は家の前をちょっときれいにしろと嫁さんに言われてるもんで、それをやってから、レビューしたいなと思います。はい、というわけで、お掃除タイムです。お掃除タイム。ちょっとね、その間に、ND フィルターとかのちょっとテスト撮影なんかもねやっていければなと思うので、じゃあやっていきたいなというふうに思います。いいんだよ、手伝って。さて、今日紹介するのは、西のね、トゥルーカラーバリオという、1から5ストップまでに対応した可変式の ND フィルターになります。最初に言っちゃうと、この ND フィルターね、マジですごいです。可変式 ND フィルターって便利な反面、色かぶりだったり、ムラが発生してしまったりと、どうしても画質の劣化っていうのを起こしてしまうんですけれども、このトゥルーカラーバリオはこれまで僕が使ったどの ND フィルターよりもそういったね画質の劣化がね起きにくかったです。でこのパッケージの中にはこういった専用のポーチが入ってます。西の ND フィルターにはつまみがついていて、これをつけることによって非常にねこの ND フィルターっていうのが回しやすくなります。好き嫌いが分かれるかなっていうのは、どうしてもこういう形で、突起してしまうので、カメラバッグにしまうなんて時に、多少ね引っかかったりとか、邪魔になってしまうっていうことはねあるかもしれません。今回はね3つの ND フィルターで比較していきたいなと思います。1つ目はもちろんねこの機体の新星、トゥルーカラーバリオになるんですけれども、参考までにこちらお値段はですね、現在 Amazon の価格で、18,700円で販売されています。2つ目はですね、こっちの、これはね旧バリオですね。こっちは現在 Amazon で16,390円で販売されています。で最後に3つ目なんですけれども、有名ビデオグラファーの方だったら皆さんこぞって使ってるポーラープロの、PMVND になります。でお値段はね33,000円と、Amazon でこれが今販売されてます。でこのねポーラープロの VND に関して言うと、ソフトフィルターとしてのね機能も兼ね備えているバージョンのものとなっているので、純粋な ND フィルターとしての比較にはならないかもしれないんですけれども、そこはちょっとねご了承ください。僕これしか持ってないんで。じゃあまず最初は、ND フィルターの厄介な問題の一つでもある、この色かぶり、いわゆるこのカラーシフトっていうのが、どのくらい発生するかをそれぞれのバリアブル ND フィルターで検証してみました。で今回ねどうやって検証したかっていうと、ここにある照明にホワイトバランスを合わせて、フィルターがない状態でまずは撮影して、でその設定のまま、ND フィルターっていうのをつけて、もう一度撮影していって、でその結果っていうのを比較してみました。では、一気にドンと。はい。で左上がバリアブルフィルターをつけてない状態のものになってます。でそしたらね皆さんの目で見て一番この左上、ND フィルターがなしの状態に一番近いものはどれですかね。何番がこのフィルターなしの状態に近いか、番号をねちょっと思い描いてください。いいですか。じゃあそれじゃあね、はい、オープン。はい、というわけでね、ご覧のようになってます。でまずね1番のこの旧バリオは結構ね青みが強く出てますよね。で2番目の PMVND は少し緑に気持ち寄ってるかなといった感じですかね、僕が見た感じ。これ3番目がトゥルーカラーバリオになってるんですけれども、かなりフィルターなしに近いかなと僕は感じてるんですけど、どうでしょう。ちょっとねこの写真だけじゃピンとこないと思うので、次はねこれ同じような条件で、外でね撮影してみたもので比較したいなと思います。それが、こちらです。やっぱりね先ほど比較したそれぞれのND フィルターのね、色かぶりの特性が結構分かりやすく反映されていますね。こう見るとPMVND はここではねかなり大きく色が転んじゃってるように見えますね。旧バリオはさっきはね結構青みが強いなと思ったんですけど、屋外でこういった、空の多い環境で撮ってると意外と目立たないかなっていう気はするんですが、やっぱりねこのトゥルーカラーバリオはここでもね、フィルターなしの状態には一番近いんじゃないかなっていうふうに思いました。
いや、ほんとね、色かぶりにおいてはめちゃめちゃ優秀ですね。次は、バリアブル ND フィルター特有の、ムラがね、どのくらい出るかっていうのも比較していきたいなと思います。各 ND フィルターの、限界値でもある ND32 に設定して、一番ムラが大きく出るであろう状態にして比較していきたいなと思います。じゃあ、そしたらね、これもまたドンと。はい。やっぱりね、ND32 ともなると、かなりね、ムラが、それぞれの ND フィルターで出てるかなと思います。で、ここでもまだトゥルーカラーバリオはかなりこう優勢に見えるんですけれども、先ほどとね、同じように屋外でも比較してました。はい、こんな感じで、旧バリオは、もうこれはもう正直言ってアウトですね。で、PMVND とトゥルーカラーバリオは、ムラの出方に差はあるんですけれども、どちらもギリのギリで許容範囲内かなと。思うんですけれども、ただね、もちろんこういった画面内の明るさや色が均一なケースではかなりムラっていうのは目立ってくるんですけれども、実際ね、街中で撮影してたりすると、そもそも画面内にこう明るさの差だったり、色の差っていうのがあるので、意外とここまでは目立たなくなるんですけど、ただね、それもやっぱりね、消えてなくなってるわけではなくて、あくまで目立たないだけなので、その ND フィルターが一番濃くできる限界一歩手前までで使用するのが無難だと思います。で、あとはちょっとおまけで簡単にフレアとゴーストの出方っていうのも、これはね、トゥルーカラーバリオとPMVND で比較してみました。で、こちらがフィルターなしの状態です。こればっかりはやっぱりね、フィルターなしでも、多少出てしまうかなっていう感じなんですけれども、これ使ってるレンズはね、G マスターなんですけど、それでもかなり優秀ですね、やっぱり。で、次にね、これ、トゥルーカラーバリオで同じように、撮影してみたんですけれども、どうですかね、先ほどのフィルターなしと、そこまで大きな違いは感じられないかなっていうふうに個人的には思います。で、PMVND、これはミストエディションの方なんですけれども、これはね、結構がっつり出てますね。これがソフトフィルターの機能がついてるせいかっていうのはちょっとわからないんですけれども、ただ、こうなってくると正直ちょっと割り切って使うしかなさそうですね。さらに、ニシはね、この独自のコーティング技術とかも持っていたりして、先ほど見たゴーストやフレアが出にくいっていうだけじゃなくて、指紋などもね、非常につきにくくなっていて、あとはね、撥水効果っていうのもね、これすごいんですよ。車に乗ってる人だったらね、わかると思うんですけど、もうこれね、ガラコでも塗ってるんじゃないかっていうぐらいね、ほんと綺麗にね、水を弾きます。はい、というわけで、色かぶりだったりムラっていうのを、実際に比較してみた僕の結論なんですけれども、間違いなく、これまで使ってきたどのフィルターよりも、特にね、色かぶりに関して言うと、もうずば抜けて優秀かなと思います。で、それでいて、お値段も、もう大人気のPMVND と比べると、半分近い価格で買えるので、そう考えるとね、めちゃめちゃコスパいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ND フィルターって Amazon とかで検索してみるとわかると思うんですけど、ほんと1000円、2000円とかっていう安いものもね、もうほんと数多く存在するんですけど、それでね、こう10万円とか20万円もするレンズの前に、よくわかんないフィルターをつけるのは、本当ね、ちょっと慎重にはなった方がいいんじゃないかなっていうふうに、個人的には思ってて、実際ね、僕も過去に本当に安いのを使って痛い目に遭ったことがあるので、可変 ND フィルターをね、探してる方はね、ぜひ検討していただければなというふうに思います。概要欄の方に、Amazon のリンクもあるので、この動画を見てね、購入を決められた方でね、チャンネルをサポートいただける方は、ぜひそちらのリンクから購入いただけると、わずかばかり僕にキックバックが入るので、チャンネルの運営の足しに、させていただければなと思うのでね、ぜひともよろしくお願いします。はい、というわけでね、本日の動画は以上になります。また今後ね、こんな製品もレビューしてほしいな、なんていうものがあれば、ぜひね、コメント欄の方に、書き込んでいただければな、というふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイチャ。バイチャ。ここちょっと迷走してる。